こんにちは。ゼロから行政書士第64回です。前回は記述式の考案作法を学びました。問いの分解から40字への圧縮まで見てきました。今回はその作法を実際に使う演習会です。テーマは行政法の記述式の実践演習です。4つの設問を一緒に解いていきます。作法のおさらいは最小限にして手を動かします。肩の力を抜いて一緒に書いていきましょう。まず、今日の演習の流れを整理します。行政法の記述でよく問われる論点を選びました。一つ目は、処分性を問う設問です。その行為をそもそも争えるかを考えます。二つ目は、原告的確と訴えの利益の設問です。訴える資格がその人にあるかを考えます。三つ目は、どの訴訟を選ぶかの設問です。求める中身に合わせて訴訟の種類を選びます。四つの設問を通して書く力を鍛えましょう。次に、演習の進め方を確認します。各設問は4つの段階で見ていきます。はじめに出題で問いをつかみます。次に考え方で骨組みを整理します。その上で40字の考案例を示します。最後に採点で意識したい点を確認します。考案例はあくまで一つの書き方の例です。記述の採点基準は公表されていません。ですから考案例や採点の話は目安として受け取ってください。設問に入る前に訴訟の種類を見ておきます。行政の処分を争う訴訟にはいくつか種類があります。出生訴訟は下された処分を取り消してもらう訴訟です。無効等確認訴訟は処分が無効かどうかを確認する訴訟です。不作為の違法確認訴訟は応答がないことを争う訴訟です。義務付け訴訟は処分をするよう求める訴訟です。定め訴訟は処分をしないよう求める訴訟です。求める中身に合わせてこの中から選んでいきます。それでは演習演に入ります。テーマは処分性です。出題を確認します。行政庁がある通知を出した場面を考えます。この通知を争えるかどうかが問われています。考え方に進みます。処分性は争える処分に当たるかどうかの問題です。その行為が国民の権利義務を直接動かすかを見ます。直接動かすと言えれば処分性が認められます。考案例を示します。国民の権利義務を直接形成し確定する行為だと述べます。その上で処分にあたり主張訴訟で争えると結びます。採点では権利義務を直接動かすという言葉が鍵になります。結論まで書き切ることも意識したいところです。続いて演習 R です。テーマは原告的確です。出題を確認します。ある許可処分について考えます。その相手方ではない第三者が取り消しを求めたい場面です。例えば近くに住む人などが考えられます。考え方に進みます。原告的確は法律上の利益を有する人かどうかで決まります。処分の根拠となる法律がその人の利益を守っているかを見ます。個別に守られていると言えれば原告的確が認められます。考案例を示します。根拠法令がその人の利益を個別に守っていると述べます。その上で法律上の利益があり原告的確を認めると結びます。採点では法律上の利益という言葉が鍵になります。次は演習3です。テーマは狭義の訴えの利益です。出題を確認します。処分の効果が期間の経過などで消えた場面を考えます。それでも取り消しを求める利益が残るかが問われています。考え方に進みます。
訴えの利益は取り消しで回復する利益があるかで決まります。効果が消えてもなお回復すべき利益があれば残ります。公安例を示します。処分の効果は消えたとまず認めます。それでも回復すべき法律上の利益が残ると述べます。その上で訴えの利益が認められると結びます。採点では回復すべき利益という指摘が鍵になります。最後は演習取り図。テーマはどの訴訟を選ぶかです。出題を確認します。申請をしたのに行政庁が何も応答しない場面です。この場合にどの訴訟を選ぶかが問われています。考え方に進みます。訴訟は求める中身に合わせて選びます。応答がないことを争うなら不作為の違法確認訴訟です。処分そのものを求めるなら義務付け訴訟も考えられます。公案例を示します。応答しない不作為の違法確認を求めると述べます。処分を求める義務付け訴訟を合わせることも考えられます。採点では訴訟の名前を正確に書くことが鍵になります。ここで40字にまとめるコツを確認します。行政法の記述では3つの要素を入れると安定します。誰に対して起こすのかをまず入れます。次にどの訴訟を選ぶのかを入れます。そしてなぜ起こせるのかという理由を入れます。書き出す前に結論の言葉を決めておきます。その上で飾りの言葉を思い切って削ります。要件と結論だけを残すと40字に収まりやすくなります。続いて採点で意識したいことです。記述の採点基準は公表されていません。ここからは受験会で言われている一般的な考え方です。採点では重要な用語が入っているかが見られるとされています。ですから条文の言葉を正確に使うよう心がけます。曖昧な言い換えは点を落としやすくなります。自信がなくても関連する方だけは書いておきます。空欄にしないことが部分点につながることがあります。ここで今日のクイズです。正しいのはどれでしょうか？申請したのに応答がない場面を考えます。A は差止め訴訟を選ぶという内容です。B は不作為の違法確認訴訟を選ぶという内容です。C は無効等確認訴訟を選ぶという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。応答がないことは不作為の違法確認訴訟で争います。差止めは処分を止める訴訟なので A は誤りです。無効の確認は場面が異なるので C も誤りです。それでは今日のまとめです。はじめに処分制の設問を解きました。権利義務を直接動かすかで考えるのでした。次に原告的確と訴えの利益を解きました。法律上の利益があるかで考えるのでした。そしてどの訴訟を選ぶかを解きました。求める中身に合わせて訴訟を選ぶのでした。公案例は一例で採点基準は非公開である点も確認しました。手を動かして書く練習を繰り返していきましょう。ここまで行政法の記述式を演習しました。処分制から訴訟の選び方まで書いてみました。型を知った上で書くと答えが安定してきます。同じ設問を繰り返し書いてみてください。次回は記述式の実践演習 R2 に進む予定です。民法の債権の分野を演習していきます。今日の進め方を思い出しながら取り組みましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。